小田切です。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は AirPods Pro の長期2年間レビューですね。2年間ほぼ毎日のようにね、使ってきたんですけども、使った正直な感想っていうのをね、お話ししたいかなと思います。で、またよく聞かれるですね、2022年、これ今になっても AirPods Pro 買っていいんですかところですね。それとも新しい新型の噂もあるので、それ待った方がいいのかみたいなところもね、お話ししたいかなと思います。おすすめの他の製品ともね、比較しつつね、お話ししたいかなと思います。あと実際に AirPods Pro ね、2年ほど使って感じた残念な点ですね。残念な点一つっていうのも正直にね、お話ししたいかなと思います。なのでね、今AirPods Pro 買おうかな、どうしようかなっていうね、悩んでる方のね、ぜひ参考になると思いますので、ぜひ最後までね、ご覧いただければと思います。今回紹介する動画以外もですね、こういったレビュー動画ですね、特にApple 製品だったりとか、おすすめのね、買い方、賢い買い方だったりとか、今後こういう製品が出るんじゃないかみたいな動画をね、できる限りわかりやすくね、発信していきますので、チャンネル登録とね、横の通知ベルも一緒に押してもらえればと思います。AirPods Pro の現在のモデルはですね、2019年の10月30日に発表されまして、未だに売れてるね、完全ワイヤレスイヤホンなんですよね。ノイズキャンセリング搭載されてるものなんですけども、で、最近少しちょっとアップデートありまして、ケースがですね、マグセーフ充電というものにね、対応しました。なので、磁石でくっつけて充電できるような形ですね。これでワイヤレス充電できるようになったんですよね。iPhone とかと同じ感じですね。ただ、その中身の性能とかに関しては全く同じものをですね。ただ、そのケースがマグセーフでの充電に対応したっていう感じですね。ということで、まず、ケースについて、なんですけども、ケースのね、やっぱこの触り心地とかは非常にこれ良くてですね、非常にこのシンプルなんですけども、やっぱ作り込まれてるなっていうね、印象を受けますね。特にそのケースの大きさとかに関しては、やっぱ他のワイヤレスイヤホンとかと比べても、やっぱ非常に小型で、持ち運びやすいなっていうね、非常にコンパクトかなと思いますね。なんでポケットとかに入れてもね、結構やっぱ使いやすい、持ち運びやすいなと。ちょうどね、ジーンズの小さいポケットあるじゃないですか。そこにね、ちょうど入るぐらいの大きさなんですよね。なんで AirPods Pro のためにね、このポケット作られたんじゃないかっていうぐらいね、めちゃめちゃフィットするんですよね。ポケットはなんかどうやらね、懐中時計を、当時必需品だったらしいんですけどね、懐中時計を入れるためのポケットの名残が残っているらしいんですけども、ちょっと脱線しましたけども、特にこのケースを開ける、体験っていうのがですね、非常にこれ優れてるなっていうところでですね、このやっぱ接着部分のヒンジの部分が開けると磁石で固定されて、閉める時もね、磁石で気持ちよくね、カチッと閉まってくれるんですよね。気持ちよくてね、僕なんで毎日、一日中ね、カチカチできるんじゃないかっていうぐらい、イヤホンね、毎日開け閉めする部分なので、こういった体験非常にね、大事なんじゃないかなっていうところだったりとか、本体をやっぱケースに戻す際もですね、磁石でシュッてね、カチッと吸い付けられるように収納されるので、結構使いやすいのかなというところですね。最近のイヤホンは大体磁石でカチッと、入るっちゃ入るんですけど、で、この磁力もね、結構強いので、かなりですね、相当振っても、落ちないぐらい、全然落ちないですよね。かなり振っても落ちないぐらい強力な磁石でくっついているので、この辺も安心かなと。ケース自体はワイヤレス充電、これ対応してますので、なんで置くだけ充電ですね。特にさっきみたいな新しいモデルだと、マグセーフ、磁石でくっつけて充電できるような形で、さらに便利になってたりもするんですけども、ただこのケースのね、マイナスポイントとしては、この充電の端子については、ライトニング端子が使われているので、これはちょっといまいちかなと思いますね。そんなに目立たないんですけども、あとやっぱよく見るとね、この細かい傷っていうのが、引っかき傷みたいなのが、使ってるとどうしてもね、自然とついてしまうというか、はい。僕の場合だと、一緒に鍵とか入れて、鍵の引っかき傷とかがね、ついちゃったりするんですけども、この辺はちょっとマイナス点かなと思いますね。で、デザインについては、個人的にはね、結構なんか可愛い感じ。この丸い、イヤホン本体もケースもなんですけども、あと本体のね、この黒い部分ですね。ここら辺のかっこよさも、相まって、ちょっと高級感ある感じもありますね。これはね、デザインとか人によって、好み分かれると思うんですけども、特にね、この本体とか、ポケモンのまだつぼみみたいな、言われたりしましたけども、で本体のこの付け心地に関してなんですけども、普通にいいかなっていうところではありますね。長時間装着しても、そんなその耳が痛くなるみたいなことっていうのはないですし、むしろその付けてることをね、なんか忘れちゃうぐらい、結構心地よかったりとかもします。ただこのイヤーチップですね、この耳に入れる部分に
ついては、やっぱ人によってはね、やっぱこの痒くなったりとか、耳の中がこう痒くなるみたいな方もいらっしゃるみたいで、僕も実際ですね、長時間つけてると、たまにね、痒くなる時あるんですけども、ここに関しては、このイヤーチップを変えることで、結構改善したっていうところですね。僕の場合、コンプライ、この黒いイヤーチップ、コンプライのイヤーチップを使ってるんですけども、これに変えることで、遮音性ですね。特にノイズキャンセリングの機器とか、その密着感がまず上がったっていうのと、耳の痒さっていうのはこれでね、なくなりましたね。この痒みに悩んでる人とかは結構おすすめかな。ただちょっとね、人によってはこの音質が下がったような印象を受ける時もあるんで、解像度は若干下がるかなっていう気もしてますけど、僕はそんな気にならないんですけども、もしよかったら概要欄貼ってあるんで、ちょっと確認してみてください。コンプライですね。AirPods Pro 使い勝手に関してなんですけども、これ非常に使いやすいかなと思いますね。このヒンジ、棒の部分に、へこみがあるんですよね。これがいわゆる感圧センサーになってまして、疑似ボタンみたいな感じなんですけども、実際ボタンじゃないけど、こう押したら、ボタンを押してる感覚があるみたいな感じですね。で、ここを一回押せば、音楽の例えば再生とか停止、あと電話への応答とかもできます。よく使うのはやっぱこう長押しですね。長押しでノイズキャンセリングと、外部音取り込みモードですね。音を遮断したりとか、音を聞こえるようにしたりとか、切り替えができたりするんで、これ非常に使いやすいかなと思いますね。よく他のね、イヤホンであるのがタッチコントロールですね。こうタップして、音楽再生したりとか、停止したりとか、それはそれで、便利だったりするんですけども、結構やっぱね、その誤動作っていうのが多かったりするんですよね。なんかちょっとしたこう手が当たったりして音楽がいきなりこうなんか再生されたりとかあるので、基本的にはやっぱまだ物理ボタンの方がね、機種にはよるんですけども、特にやっぱ安い価格帯のものだとね、なかなかタッチがうまくこういかなかったりするんで、物理ボタンがやっぱまだいいのかなっていうところだったりで、特にビーツスタジオバツとかね、本体にね、例えばボタンがこれついてるタイプ、物理ボタンはいいんですけども、どうしても構造上こう押すと耳にこうぐさっちょっと刺さるような感じがあるんで、なんかイヤホンしたままなんか誰かにこうグーパンチされてるみたいな、感じにはなっちゃうんで、そういった意味ではやっぱりね、この AirPods Pro でのこのヒンジの操作っていうのは、非常にこう使い勝手に関してはね、非常にいいというか、しっかりこう考えられてるなと思いますね。ただ、これいまいちな点もありまして、これまずはですね、音量調節はこのイヤホン本体ではできないっていうところですね。例えば iPhone で音量を上げたりとか、Apple Watch とかでちょっとやんないといけないっていうのはあります。あとはヒンジがね、どうしてもちょっとやっぱあるんで、今だと、マスクとかで、たまに、あんまり引っかかることないんですけども、たまに引っかかったりとか、特にやっぱ服を脱ぐときですね、こうシャツ脱いだりすると、もうほぼ 100% っていうぐらいね、引っかかってポロッと落ちちゃいますね。ここはちょっと構造上仕方ない部分ではあるんですけども、そういった弊害っていうのはちょっとあるかなっていう。ペアリングについてはですね、基本やっぱり Apple、iOS とか搭載 iPadOS とかもそうなんですけども、近づけるだけで勝手にこうペアリングされるので、これはやっぱ非常にね、簡単かなと思います。あとBluetooth の接続自体も、基本的にはほぼ安定してるかなっていうところで、接続の遅延とかもですね、相当多分シビアなね、音ゲーとか、そういうのじゃない限りは、そんなに音の遅延とかあんま感じることもなかったので、大丈夫なのかなと。そこら辺については特に問題ないんじゃないかなと思いますね。で、続いて防水性能についてはですね、IPX4 っていう、いわゆる生活防水ぐらいの対応にはなるんですけども、例えばその水しぶきとか小雨、ちょっとした雨とかですね、汗とかかかるぐらい、それぐらいならね、特に問題ないかなというレベルですかね。ただ一応水にその一瞬落ちたぐらい、水のね、中にポチャンとね、お風呂にちょっと落としちゃったとか、そういうのぐらいだったら多分一瞬だったら大丈夫ですね。その水の中に入ってずっともう置かれてる30分とか多分置いちゃうとアウトだと思うんですけども、多少は多分大丈夫だって聞いたことあるんで、そのぐらいは大丈夫かなっていうところなんですけど、基本的に水の中に落ちちゃうと多分アウトかなっていう感じはするんで、今やっぱ他のイヤホンでね、完全防水のイヤホンって全然あったりするんで、ここら辺が非常にこう心配な方っていうのは、AirPods Pro とかあんま向かないのかなと思いますね。で、続いてはノイズキャンセリングと外部音取り込みモードについてなんですけども、ノイズキャンセリング、こちらについてはやっぱ非常に強力かなと思います。一応発売から2年経ってるんですけども、それでも同等のノイズキャンセリングのイヤホンってほとんどないっていうか、未だにソニーとかBOSEとか最近安い価格帯でもね、出てはきてるんですけども、やっぱこのサイズ感でこんだけ音を消せるっていうのもなかなかやっぱりね、2年経ってもそんな出てこないっていうぐらい、結構やっぱすごいのかなっていうところはありますね。特にやっぱ音楽とかね、再生すると本当に周りの音、ノイキャンオンにして音楽再生するともうほとんど聞こえなくなるんですよね。なんでやっぱそのノイキャン時の音質っていうのもやっぱ没入感がね、こう上がるので、やっぱ上がるような感じはします。
なんで音楽聴きながら本当こう歩いたりするとですね、近くに車通っても本当にほぼわからないぐらいのレベルで、本当こう、そういう意味ではちょっと危ないかなっていうレベルで聞きますね。そのために真逆のですね、外部音取り込みモード、外の音を取り込むモードっていうのがあるんですけども、これについても、未だに今あるイヤホンで、ほぼ、ベストに近い形で、本当自然な音で取り込んでくれるっていうね、感じですね。なんでイヤホンこうね、つけてるんだけど、外の音がこう自然と聞こえてくるんで、なんかほんと不思議な感じというか、不思議な感覚になります、これは。で、音質についてなんですけども、これは普通にいいかなっていうところですね。非常に全体的にそのバランスがいいというか、悪く言えばその、面白みがないというか、全体的にその中音から特に高音までとかは非常にこのバランスがいいのかなっていうところですね。本当にその万人受けする音っていうね、感じではあると思います。ただその分ね、低音とかはちょっと弱いのかなっていうね、感じたりしますね。特にその重低音とかってなると、やっぱり他のね、BOSE とか、ソニーとか、そこら辺のイヤホンとか比べると、その迫力っていう面では、ちょっとやっぱ物足りないかなっていう感じることはありますかね。ただその普通にね、いい音を聞けたらいいよっていう形であれば、そういった方にはですね、非常にこのおすすめできるのかなっていうところで、それやっぱ万人受けするんで、うわ音がこれはちょっとみたいな感じる人っていうのはあんま少ないんじゃないかなっていう、めちゃめちゃいいって感じることもないんですけど、逆に言えば。ただその日常的に使うっていう分には、非常にこう使いやすいのかなっていう、毎日こう使ったりするイヤホンとしては向くのかなっていう感じですよね。なので、音楽を楽しむとかね、非常にこう音質を重視して、こう楽しみたいみたいな、そういった、イヤホンではないかなという感じですね。ここから2年間ちょっと使ってみて AirPods Pro いいんですけども、非常に残念な点っていうのがね、これ一つございまして、それがですね、充電持ちですね。バッテリー持ち。はい。ここに関してはね、やっぱちょっといまいちかなと。もう少し欲しいかなっていうところはありますね。本体ね、自体の再生時間は、ノイズキャンセリングオフの状態で5時間。オンにすると、4.5時間という形で、ケースを入れると、だいたい24時間です。だいたい1日ぐらいは使えるっていう形なんですけども、だいたい2年ほど、結構毎日のように使ったこともあってですね、結構バッテリーの劣化も今してて、今僕のものだと2時間ぐらいしか持たないです。自分の、場合だと、そのノイズキャンセリングをオンにした感じですね。だいたい2時間ぐらいでなんか充電切れちゃうかなって本体の。YouTube ね、台本とかは、例えばカフェとかで、ノイズキャンをオンにしてね、集中したいんで、動画とか見ながらとか、ちょっとウェブサイトとか見ながらですけど、カフェで、やったりするんですけども、途中でね、やっぱ充電切れちゃうんですよね。これはちょっとストレスのある部分ではありますね。今だとやっぱりね、全然安い価格帯のもので、バッテリー持ち、いいものってね、全然いっぱいあるんで、アンカーのね、例えば、合間にアンカーの P3 とか、サウンドコア P3 とかを使ったりとかっていう、そういった運用で、僕はやってるんですけど、ただ唯一、救いとしてはですね、充電のスピード自体は、速いですね。一応5分の充電で、1時間の音楽再生ができる仕様には一応なってるんですけども、だいたい充電切れて、10分から15分ぐらい、ケースに入れておけばですね、ほぼ満充電に近いくらいですね。少なくともだいたい 80% から 90% ぐらいまでは、15分ぐらいあればね、充電されるんで、ちょっと休憩っていう感じで少しこうケースに入れておけば、そこまでその、充電がないストレスっていうのをね、感じることはないんですけども、でももう少しね、やっぱ本体の充電時間はね、ちょっと欲しいのかなと思います。伸ばしてほしいかなっていうのが正直なところですね。っていうのがちょっと残念な点です。はい。価格についてなんですけども、今 Apple の公式で購入すると税込みで今3万円とかなので、これはやっぱ正直高いよねっていうのはありますね。3万円と価格は。ただやっぱ自分の場合は正直買ってよかったなとは思いますね。これだけやっぱ小型で持ち運びやすい上にやっぱ結構強力なノイズキャンセリングあるので、やっぱその音のストレスからの解放っていうのがね、これかなり2年使ってみてよかったなっていうところで、そういった意味で投資する価値っていうのはね、あったなと思ってます。結構そのね、外の音のストレスってね、割とあるんだなっていうところで、AirPods Pro を外すと、すごいね、やっぱこの周りの音ってうるさかったんだなって思うぐらいですね。はい。逆にこれ慣れちゃうとね、大丈夫かなっていうなるぐらい、AirPods Pro つけとかないとね、やっぱそれはそれちょっと問題かもしれないんですけども、よくこのね、音のある中で今まで生活してたなって思うぐらい、結構そのノイズキャンセリング、強力だったりするんで、例えば今ですね、Amazon だと、27,800円。こ
これマグセーフ対応のやつじゃないんですけども、で、ポイントがですね、1390ポイント。今僕が見た時点だとつくので、実質26000円ちょっとぐらいでね、新品買えるんで、これぐらいならありかなと感じしますけども、とはいえね、やっぱその新型の噂もあるので、やっぱ今、じゃあ買った方がいいのか、じゃあ新型、じゃあそっち待った方がいいんじゃないですかみたいなってこともあると思うんですよね。そこらについてね、ちょっとお話ししたいと思いますけども、結論から言うとね、別に今 AirPods Pro、今のモデル全然買ってもいいんじゃないかと思います。ちょっと一旦ですね、なんで、新型についてね、今分かってることというかね、ちょっと簡単にね、解説したいと思うんですけども、デザインがですね、もしかしたら本体がですね、今のこの棒の部分、ステムっていう部分がなくなって、この本体だけの非常にコンパクトなものになるんじゃないかとかだったりですね、あとケースとかもね、やっぱちょっとちっちゃくなるんじゃないかなと思いますね。あと新しいチップの搭載で、もちろん音質だったりとかね、その接続性とか、安定性とかね、あとノイズキャンセリングの性能の向上とかはもちろんあると思うんですけども、新しいそのフィットネス機能とかがね、噂されてたりとかあるんですが、あとそのケース単体でね、探すっていうね、機能がやっぱ出たりとか、ケースだけなくして、僕も一回あったんですけど、ケースだけなくして、その探したりできるとかね、GPS とかで。っていう感じなんですが、ただそこまで劇的にじゃあ音質が上がるとか、ノイズキャンセリングが劇的に上がるかっていうと、そこまでではないと思うんで、それとやっぱ発売時期ってもおそらく今年の10月とか、ぐらいになるんじゃないかなと思われるので、まだもうちょっとつまり時間がかかるんですよね。なので、正直今のモデルのね、AirPods Pro でも結構完成度正直もう高いので、正直買っちゃってもいいんじゃないかなと思います。とはいえね、もう発売してから2年経ってるよねっていうことで、別にそういった他にね、AirPods Pro 以外のね、AirPods Pro のその対抗馬というか、そういったものないんですかみたいな、思われた方もね、もちろんいらっしゃると思います。そこら辺をですね、ちょっと最後お話しして、ちょっと終わりたいかなと思うんですけども、今回、とりあえず同じぐらいの価格帯で、イヤホン、ちょっと最近出たもの含めて、2つほどね、紹介しようと思うんですけども、で、これも結論から言うと、ソニーの WF-1000M4、最近登場しました Beats Fit Pro ですね。こちらと簡単に比較というかね、したいと思うんですけども、まず一つ目、これソニーの WF-1000M4 なんですけども、こちら僕も先行レビューさせていただいたんですけども、これがね、今現状で多分 AirPods Pro に一番対抗できるイヤホンなんじゃないかな、ノイズキャンセリングイヤホンなんじゃないかなと思いますけどね。ノイキャン自体もね、やっぱ強力で、特にやっぱ音質ですね。音質を重視するんだったら、確実にソニーがいいと思います。ソニーがおすすめですね。音はやっぱりソニーなのかなと思います。で、その上でやっぱケースも小型だったりとか、もちろんワイヤレス充電対応してますし、非常にこの使いやすいっていう面なんですよね。で、特にAndroid スマートフォンとか使ってるんだったらソニーがいいと思いますね。やっぱソニーのLDAC っていうね、技術があって、ハイレゾ級のね、音質をその Bluetooth で飛ばせるって、すごい高音質で聴けるっていう技術があって、そのiPhone はね、対応してないんですよね。なので、そういった意味ではやっぱり Android とそっちがいいんじゃないかというところですね。ただしですね、その Apple 製品を例えば今2つ以上ね、持ってるとか、周りに Apple 製品をすでにあるような状態であると、その中でさらにそのデバイス間でやっぱその Bluetooth の切り替えですよね。そういった方はね、AirPods Pro がいいんじゃないかなと思います。例えばその iPhone と Mac とか、僕の場合結構切り替えるんですけども、iPhone、iPad、また Apple Watch とか、そこら辺をすでにもう、Apple のそのエコシステムとか言いますけど、あるんだったら、やっぱり AirPods Pro にちょっとやっぱ分があるかなと。もちろん Apple 製品なんで、それでもですね、音質をどうしても重視したいっていう方だったら全然ソニーでもね、切り替え自体は別にできるんで、自動切り替えとかはできないんですけど、ソニーでもいいのかなと思います。で、次はですね、最近登場したこの Beats Fit Pro っていうのがあるんですけども、これはどうなのかっていうところですね。で、基本的な性能に関しては AirPods Pro とほぼ同じですね。大体同じかなっていうところで、AirPods Pro いいっていう点で言うと、やっぱりこのつけた時のフィット感とかはですね、かなりやっぱ良かったりとか、あとやっぱスポーツとか、そういった場面でね、やっぱ使うなら非常にいいんじゃないかなと思いますね。あとやっぱビーツのそのデザインとかはね、やっぱりこっちの方が好みだよっていう方は、いいんじゃないかなと思います。で、僕の場合で言うと AirPods Pro とじゃあこの Beats Fit Pro、仮にどっちを選ぶ
ぶかって言われたら、AirPods Pro を選びますね、僕だったら。はい。どうしてかっていうと、まず、これ、ケースがですね、充電のケースがワイヤレス充電。これ対応してないんですよね。それとやっぱケース自体の、その充電ケースの大きさがやっぱちょっと大きいっていうところですかね。イヤホンとかは、やっぱ僕の場合毎日やっぱ使ったりするものなので、毎回ちょっと抜き差しをね、やるっていうのはちょっと面倒なので、25,000ぐらい出してワイヤレス充電じゃないのはちょっとどうなのかなっていうところと、ちょっとやっぱ重さ大きさがあるんで、あとやっぱ個人的にあんまりそのビーズの音がですね、あんま好きじゃないんですよね。はい。個人的な意見ですよ。もちろんビーズフィットプロは、今までのものに比べたらね、やっぱ音良くなっているということなんですけども、どうしてもその価格に対してはあんまりその良くないのかなっていう、印象はどうしてもビーズはあるんで、僕はそう思いますっていう感じですね。あくまで個人の意見ですけど、はい。で、ここまで紹介した2つはですね、やっぱりまだ2、3万円ぐらいのほど価格なので、ダイキングさん、それはちょっと高いですよとと思った方、やっぱいますよね。ちょっとイヤホンに2、3万円はすぐには出せないみたいな方はですね、そんな方におすすめなのは、まずアンカーのこのサウンドコア P3 ですね。さっきちょっとお話ししたんですけども、アンカーの回し物とかではないんですけども、実際ね、使ってみて、AirPods Pro とかに非常に近い使い勝手だったりとか、ノイキャンもね、さすがに AirPods Pro までいかないですけども、それにやっぱ近いというか、結構効くなっていうあたりで、結構良かったので、非常にこの、価格を考えるとね、3分の1以下ぐらいなんで、コストパフォーマンス優れてるんじゃないかなと思います。あとは僕はちょっと今実際使ってはないんですけども、イヤーファンフリープロ2ですね。これも非常におすすめなんじゃないかなっていうところで、確か最近出たものだと思うんですけど、前のね、結構似たようなモデル使ったことあって、それ結構良かったんですよね。これも非常にね、ノイズキャンセリング、効いて、非常にコストパフォーマンス、ワイヤレス充電とかも対応してるんで、かなりやっぱいいんじゃないかなっていうところですよね。もちろんね、それは、AirPods Pro とかが、価格がやっぱ高いこともあって、全体的なレベルは上だと思うんですけども、おすすめではあるんですけども、最近やっぱかなり安いその5,000円から1万円ぐらいまで価格帯のイヤホンもめちゃめちゃね、レベル上がってるんですよね。なので、ある意味一番賢いのは AirPods Pro 2が出るまで、こういったね、コストパフォーマンス高いイヤホンを使って、良さそうだったら、AirPods Pro 2、買って、みたいな感じが一番賢いのかなって。僕だったら多分そうするかなっていう。なのでちょっと少しでもね、イヤホン選びの参考になれば嬉しいです。こういった感じで、今回の動画以外もですね、ガジェットのレビュー、今後の Apple 製品について、できるだけわかりやすくね、動画で発信しておりますので、ぜひチャンネル登録と横のグッドボタンも一緒に、横のグッドボタンじゃない、横の通知ベルも一緒にお願いいたします。ということで、今回も動画を見てくれて、ありがとう。この動画少しでもためになったと思ったらですね、高評価だったり、ぜひコメントとかもですね、この動画の感想とかをね、コメントで教えていただければと思います。あと、おすすめのイヤホンとかあればね、ぜひ教えてください。それではね、次回の動画で、動画か Twitter、YouTube のコミュニティとかでもね、お会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。ということで、やっぱ、AirPods Pro はですね、もう本当に、万人受けするというか、非常にこのおすすめしやすいイヤホンでは、ありますね。未だに2年経ってもね、まだ売れてるし、実際それなりにいいね、やっぱ使い勝手良かったりするんで、音質に関してはね、やっぱまだまだ、良くも悪くもフラットな感じですけど、AirPods Pro 2がね、逆にこれ、どこが進化できるのかっていうのが不安になるぐらい完成度がすでに高いんで、ここをちょっとね、どのぐらい超えてくるのかっていうのが非常に楽しみではありますし、他のイヤホンもね、全体的にレベル上がってきてるんで、楽しみですね。もうイヤホンありすぎてもうね、僕もそんな別にそこまで音質を求めるタイプではないんで、もう求めていくと本当にね、本当に10万、20万円のやつとかね、あるんで沼にはまるとか言いますけどね。そういうのもちょっと聞いてみたいと思いますけど、聞いたことあるんですけどね。いろいろ使ってレビューしていきたいなと思います。AirPods Pro 2。楽しみですな。